今回我々が研究で取り組んだのは我々の太陽系、それがどういうふうな環境で生まれたのかというところに問題を当てました。でこの問題に隕石の分析を通して取り組んだということが本研究の内容になります。この隕石というのは太陽系が生まれた直後に存在していた大体45億年前ぐらいにできた小惑星から地球に飛んできています。ですのでこの隕石というのは生まれたばかりの太陽系の情報というものを我々にもたらしてくれます。で今回はさらにその隕石の中でもアルミニウムの26という放射性核種に着目して研究を進めました。このアルミニウムの26というのは半減期が約70万年で安定の同位体のマグネシウムの26に改変してしまうという性質があります。この半減期70万年というのは我々の時間スケールでいうと非常に長いんですけども、太陽系の45億年という時間スケールから見ると非常に短いので、今は全てマグネシウムの26に改変し尽くしてしまっています。で隕石の中にはこの娘のマグネシウム26がたくさん過剰に存在しているということから、隕石ができた時にはアルミニウムの26が存在したということが分かっています。でこのアルミニウム26は太陽系の中では基本的に合成することがほとんどできないので、この隕石の中に存在していたアルミニウムの26というのは太陽系ができたちょっと前ぐらいに近くの太陽系以外の星の中で合成されて、でその星の成分が原始太陽系に取り込まれたということを反映しています。ですのでこのアルミニウム26がどのような星で合成されたのかということが分かれば、太陽系がどういう星の近くで生まれたのかということが分かるということになります。ここで問題になるのがアルミニウム26を合成できる星というのがいくつかあって、その正体が分かっていなかったというのがこれまでの問題でした。で今回我々はこのアルミニウムの26と別の同位体チタンという元素の同位体を組み合わせてこの星の正体を突き止めたというのが今回の研究の内容になります。今回アルミニウムの26を使う中でも特にそのアルミニウムの26が原始太陽系の中において不均質に分布していたという点について着目しました。で、この隕石と一言で言ってもいろんな小惑星から飛んできていて、中には炭素とか水に富んだ炭素質隕石と呼ばれる隕石もあれば、炭素や水が少ない小惑星から来ている非炭素質隕石というものもあります。で炭素や水に富んでいる隕石というのは昔の円盤の外側の方で水が氷として凝縮できるような低温の場所でできたのが炭素質隕石。逆に原始太陽の近くで比較的高温の領域でできたのが非炭素質隕石ですので、こういった炭素質隕石であったり非炭素質隕石を調べることによって原始太陽系の中でどういうふうにそれぞれの元素が分布していたのかということを調べることができます。で近年の研究によってアルミニウムの26というのは外側の方にたくさん含まれていたということが分かってきました。でさらに我々はそれらの隕石のチタンの同位体を調べることによってこのアルミニウムの26の不均質というのがチタンの同位体、その中でも46と50という質量を持つチタンの同位体と非常によく相関を示すということを発見しました。このことはアルミニウム26を合成した星ではチタンの50と46も同じように合成されて、でその星の成分が原始太陽系円盤の比較的外側にはたくさんあって内側にはちょっとしか含まれなかったということを示しているということが分かりました。でさらに核合成核物理の専門家の方たちと共同研究を進めていってどのような星であればこのチタンとアルミニウムの不均質をよく説明できるのかということを考えました。その結果太陽の約25倍の質量を持っている大質量星、それが進化の段階でチタンの50と46を合成してさらに最後に超新星爆発を引き起こすときにアルミニウム26を合成する。でその超新星爆発の放出物が原始太陽系の円盤の中に不均質にもたらされるということで、今回の結果を説明できるということが分かりました。つまり太陽というのは約25倍の質量を持っている星が超新星爆発を引き起こすその傍らで生まれたということが分かってきました。今回我々が発見したアルミニウムの26とチタンの同位体が相関するというのは
今後初期太陽系のですね年代測定に非常に有用なものとなっていきます。アルミニウムの26というのは非常に高精度な時計として使うことができるんですけども、その時計として使う時にはアルミニウムの26がどのぐらい最初に不均質に分布していたのかということをちゃんと知らないと時計として使うことはできません。今回我々はチタンの同位体と相関するということを発見しましたので、何かしら年代測定したい隕石があった時にそのチタンの同位体測定をしてあげれば、その隕石が形成された時にその領域にはどのぐらいアルミニウム26があったのかということを知ることができます。その結果としてこの隕石の年代を精度、また角度も非常によく決定することができるということになってきます。その結果どういう時間スケールで惑星が形成成長していくのかということが精密に理解できるということが期待されます。